皆さんこんにちは。今回は中上級者向けルートを解説していくよ。通常ルートを覚えてから挑戦した方がいいよ。ルート解説に入っていく前に、事前知識について少し説明するよ。セットアップ。落ち始める時の動きのことをセットアップというよ。主に4種類のセットアップがあって、ジャンプして飛び込むジャンプイン、歩いたまま落ち始めるウォークイン、ゲートに立った状態から落ち始めるゲートスタンド、ゲートの上でタイミングよくジャンプするゲートジャンプだよ。この他にも高いところから落ちて加速するハイジャンプなどもあるよ。セットアップが違うとできなくなる技もあるから、マップごとになんとなく覚えておくといいよ。ランディング。今回紹介する特別な着地は主に3種類だよ。1つ目はブリップだよ。ブロックの角を狙って落ちていくと決まりやすいよ。難易度は低めで、慣れてくるとほぼ100決められるようになるよ。2つ目はエアージャンプだよ。これは感覚的にはブロックの角の上を狙うよ。慣れるまでが難しいけど、慣れたら感覚でいけるようになるよ。3つ目はポータルスキップだよ。これは一番難易度が高くて、位置の調整が難しいから頑張って練習してね。アライメント。アライメントは、日本では順位スポーンとも呼ばれ、動画のように現在の順位によってスタート位置が変わる仕様のことだよ。そのマップによって配置が違って、2位の場所の方が有利なマップもあるよ。私も感覚でしか覚えていないよ。ズーム。グラビティが上手い人の動画を見たら、ズームを使ってることがよくあるよ。理由は、ズームを使うと落下速度がゆっくりに見えて、障害物を避けやすくなるからだよ。クライアントを入れてズームを使うのが便利だよ。私はオダーソを使ってるよ。クライアントが入れられない時は、設定から視野角を下げることで同じ効果を得られるよ。視野角を下げるとプレイしづらいかもだけど試してみる価値はあると思うよ。それではルート解説に入っていくよ。たくさん練習して習得してね。アブストラクト。アブストラクトでは、ポータルスキップが使えます。セットアップはジャンプインで、ポータルスキップの中では比較的簡単な部類になります。まずジャンプして飛び込みます。この L 字の奥を通ります。落ちながら格子を避けるように後ろ、左と入力を入れます。最後の格子の層の穴の右より中央を通って、格子を通り過ぎたら前進します。ビーンスタルク。ビーンスタルクではブリップが使えます。セットアップはジャンプインで、ブリップが使える代表的なマップです。このマップは、ブリップがしやすい代表的なマップです。上から見てこのトランポリンの位置で方向を確認します。このトランポリンの左側を避けるように落ちていって、トランポリンを通過してから一瞬待った後にダッシュ前入力するとできます。コンクリート。コンクリートでは、ハイジャンプとブリップが使えます。セットアップはハイジャンプで、これをしないとタイムが1秒近く変わります。右の方から回って上に登っていきます。残り 1.6 秒程度になったら助走をつけてジャンプします。これは、コンクリートが2マップ目以降の時にやっても速くなりません。最後にブリップして完了です。データ、ブリップ。データではブリップとエアージャンプとポータルスキップが全部使えます。ブリップの時のセットアップはジャンプインです。まずジャンプして飛び込みます。この赤い線を目印に方向を確認します。そのまま落ちていくと下にポータルがあります。平らな面でブリップするのが最も簡単です。データ、ポータルスキップ。データのポータルスキップはとっても難しいです。セットアップはジャンプインです。まずジャンプして飛び込みます。ダッシュで全力で前に進んで、ここの隙間を通ります。歩き前進からポータルに入る直前にダッシュ入力に切り替えるとやりやすいです。デプス。デプスではブリップが使えます。このマップはセットアップがゲートジャンプなので注意が必要です。残り 0.6 秒程度になったらジャンプして、ゲートに引っかからないように飛び込みます。視点を回しながら落ちていって、ここの平らな辺でブリップします。グリッチド。グリッチドではブリップが使えます。セットアップはゲートスタンドなので気をつけましょう。ゲートの上に立った状態から落ち始めます。落ちながら視点を180度回しておきます。この飛び出ている部分を越えたら折り返します。ここの平らな辺に斜めにブリップするようなイメージです。グルービー。グルービーのブリップはとても簡単です。
セットアップはゲートスタンドなので間違えないようにしましょう。ゲートの上から見て、長細い穴が左側に来る向きで用意しておきます。右側の方を若干膨らみながら回って、ずっとダッシュ入力のままにするとちょうどグリップできます。ジャングル。ジャングルでは高いところから落ちるハイジャンプと下でグリップが使えます。ジャングルは高いところに行くのに時間がかかるのですぐに移動開始しましょう。右の方を回って一番高い木に登ります。そこからタイミングよく飛び降りて、この平らな面のある葉っぱを通り過ぎたら前進します。このマップでは広い範囲でどこでもグリップができます。あとは段差に引っかからないようにポータルに走っていきます。ラバ。ラバではハイジャンプとエアージャンプが使えます。このマップの高いところに行くには若干コツが必要です。後ろから登って、ここのグローベリーを伝って上に登ります。この平らな面のある岩を越えたらダッシュで前進しながら右から回り込みます。ここの水中のブロックの角でエアージャンプする感覚です。シュライン、エアジャンプバージョン。シュラインには2種類のポータルスキップがあります。エアージャンプしてからポータルスキップを決めるバージョンは後者よりは簡単ですが、こちらもそこそこ難しいです。1位ルートからは振り返って後ろに行きます。この辺でエアージャンプを決めて、柱の右側を回り込んでいきます。最後は視点の向きで位置を調整します。シュライン、ハードバージョン。シュラインのもう一つのポータルスキップです。ギリギリのルートを通るためとても難しいです。ギリギリのタイミングでジャンプして、穴の側面にぶつからないギリギリを通ります。このくらいスレスレを通るのでめっちゃ難しいです。ステアーズ、ブリップ。ステアーズではブリップとエアージャンプとポータルスキップが全部使えます。ブリップのセットアップはジャンプインです。ジャンプで飛び込んで、この3つの階段の間を通って落ちていきます。この角の部分でグリップします。ステアーズ、ポータルスキップ。ステアーズのポータルスキップは比較的安定しやすいです。セットアップはジャンプインなのでこれを意識すれば成功率が上がります。ジャンプして飛び込んで落ちていきます。緑の縁の上から4段目の横を通ります。視点の向きで位置を調整しながら落ちていきます。トキシック、エアジャンプ。今回紹介するのはトキシックのエアジャンプの最終形態です。このマップはとてもたくさんの妥協ルートがあるのでできるレベルに合わせてやりましょう。まずジャンプして飛び込んで。まずここで1回目のエアジャンプをします。視点を左に向けて落ちていって。ここで2回目のエアージャンプをします。最後にここでブリップを決めます。トキシック、シフト。実は、スライムブロックはタイミングよくスニークすることで跳ねなくなります。この下でエアージャンプを挟んであげるとより速くなります。ジャンプして飛び込んで、スライムにつく直前でスニークします。すぐに地面に上がらないと時間差で落下判定を食らいます。ここは普通にエアージャンプして、陸のすぐ近くに着水します。ウォーターウェイズ。ウォーターウェイズではエアージャンプが使えます。これを使うとかなり速くなります。セットアップはジャンプインです。この2本のパイプの間を通って、下に落ちていって、この辺りのごちゃごちゃしてるところでエアージャンプするイメージです。この辺りでエアージャンプしていますね。クロックワーク。ク
クロックワークではポータルスキップが使えます。目印があって比較的わかりやすいので、練習すれば安定させやすいです。1位スポーンからはジャンプインしてすぐ後ろを向いて落ちていきます。ここの1マスの穴を通り抜けます。穴を通り抜けた後一瞬待ってから左斜め前に落ちていきます。コンストラクション。コンストラクションには特殊なショートカットがあります。普段と全く違うルートなので間違えないようにしましょう。スポーンしたらまず左側の辺に移動してジャンプインします。かなり奥の方にスライムがあるのでそこで跳ねて、上の方の部屋のポータルに入ります。デイシーズ。デイシーズではグリップが使えます。セットアップはウォークインなのでジャンプしたくなっても我慢しましょう。視点を回して、白い花の横を回り込むように落ちていきます。あとはグリップしてポータルに入れば完了です。ディープスケープ。ディープスケープではハイジャンプとショートカットが使えます。高いところは簡単に行けるので最初のマップの時はぜひ活用しましょう。右から回って柵の上に登ります。飛び降りて、ダッシュでスライムを避けながら落ちていきます。一応下でグリップも使うことができます。ラビリンス。ラビリンスではショートカットが使えます。最初のうちは方向がわからなくなりがちですが、覚えたら簡単なので練習してみてください。着地は普通なのでセットアップは何でもいけます。画面の左側に青い枠が来る方向を向きます。青い枠の層を越えたらやや右入力を入れて、紫の枠の層を越えたら左前方向に視点を向けてダッシュ入力を入れます。この辺りに着地します。リリーパッツ、ワンブロック。リリーパッツではショートカットと2種類のポータルスキップが使えます。ショートカットは慣れれば簡単に感覚でいけるようになるので頑張ってください。1位スポーンからだと右に向かって落ちていきます。目印は緑の縁の穴が開いたマゼンタの花の葉っぱです。まっすぐ行って、この2つの穴のどちらかを通ります。どちらでも大丈夫です。最後にできるだけハーフブロックギリギリに着地して完了です。リリーパッツ、イージーバージョン。これは途中でエアージャンプを決めてからポータルスキップする方法です。慣れれば比較的安定するのでたくさん練習してみてください。まずはジャンプインで飛び込んで右側の方に向かっていきます。さっきのショートカットと同じ葉っぱです。印をつけたところでエアージャンプします。あとはゴールに向かっていくだけです。たまにここでミスることがあります。リリーパッツ、ハードバージョン。これは、最後にエアージャンプを決めてポータルに入る方法です。途中の減速がないのでさっきのより少し早いです。まず左側に移動します。そして、ギリギリのタイミングでジャンプします。とにかく前に進んでいくだけです。ここのギリギリのところを通ります。ここが引っかかりやすいところです。ここでエアージャンプします。ニューオリーンズ。ニューオリーンズではブリップとポータルスキップが使えます。どちらも同じルートなので今回はブリップのみ解説します。セットアップがブリップはウォークイン、ポータルスキップはジャンプインです。このマップは解説することがあまりないですが、右の前の方から回っていく感じです。ロードトリップ、ショートカット。ロードトリップではショートカット、エアージャンプ、ポータルスキップが全部使えます。ショートカットは特に簡単なのでどんどん使いましょう。セットアップは何でもいいです。右に進んでいって、看板の右前、看板の左後ろの順に避けて通って、下の方の横から出ている1ピクセルの水に着地します。できるだけ水のギリギリに着地するとよりタイムが速くなります。ロードトリップ、エアジャンプ。ロードトリップではエアージャンプも使えます。基本のルートはショートカットと似ています。まずはジャンプインで落ち始めます。ショートカットと同じように赤い看板の右上、緑の看板の左下を通ってまっすぐ下に落ちて、ここでエアージャンプします。
ドトリップ、ポータルスキップ、ロードトリップではポータルスキップもすることができます。比較的難しめですが慣れるとある程度安定させられるようになります。ウォークインで落ち始めます。あとは他と同じように赤い看板の右上、緑の看板の左下を通って、緑の看板の横を抜けたら一瞬待ってダッシュ入力を入れます。バロー。バローではエアージャンプが使えます。使わない場合と比べるとかなり大きな差が出るのでぜひ挑戦してみてください。まずウォークインで落ち始めます。平らな面が目印です。開けたところに来たら前進します。この隙間を通っていきます。ここの角でエアージャンプします。サーキットボード。シアークートボードではエアージャンプが使えます。これをやると1秒程度速くなるのでぜひ習得しましょう。ウォークインで落ち始めて、ここの壁を通り抜けたら前進します。まっすぐ進んでいって、ここの角でエアージャンプします。ジオメトリック。ジオメトリックではブリップ、エアージャンプ、ポータルスキップが全部使えます。セットアップがブリップはウォークインでそれ以外はジャンプインです。ブリップの場合はウォークインで落ちていきます。エアージャンプとポータルスキップもルートは同じです。ここの1マスの隙間を落ちていきます。ここの角でブリップやエアージャンプを決めます。トライアングルス。トライアングルズのポータルスキップは非常に簡単で安定しやすいです。目印を覚えればすぐにできるので頑張ってください。ジャンプインが最も簡単ですが他のセットアップでも可能です。下から2番目の角の横を通ります。黄色い層を完全に通り抜けたらダッシュ入力します。AD 入力で若干調整すると成功しやすいです。アンダーザシー。アンダーザシーには色々なルートがありますが、今回は最もグリップしやすいルートのみ紹介します。ジャンプインして、大きい方ではなく小さい穴を通ります。通り抜けたら視点を回して、この穴に向かって落ちていきます。ここの隙間を通り抜けて、ここの角でグリップします。高いグリップをすると段差に引っかからずに行くことができます。ルート紹介はこれで終わりです。現在ラグを利用したルートについては議論されている途中なので、今回は省略しています。ショートカットが使えるようになるとグラビティが楽しくなるので頑張ってください。それでは、ご視聴ありがとうございました。